ナイスさあ、ザ・チャレンジプチ沖縄トラベラー第2回始まりました。さあ、この番組は沖縄を愛し沖縄に住み着いた外国人リポーター2人、クリスタルとバンソン、そしてうちなアンチ目線で見守る私長峰かなでお送りしたいと思います。沖縄の情報をよりリアルに、そして体験もお届けする国際的目線の番組です。はい、この番組はですね、昨年より YouTube でスタートし、もうすでにね、いろんな素敵な場所をもう探索してまいりましたけれども、ザ・チャレンジでは今月まで番組紹介を兼ねて総集編をお届けするんですけれども、来月よりは YouTube に先行して新規ロケもお届けしますのでお楽しみに。前回はナムニュエから沖縄の伝統と海の総集編をお届けしましたが、今日は何を紹介するのかな、バンソンさん。そうそう、今日は那覇で有名な金城町石畳道からスタートするんですが、何？はい、琉球王朝時代の城下町であるこの金城町石畳道、この道は琉球石灰岩の長さ238メートルの道で首里城から続いています。正神王の時代に首里城から南部へ行く道として作られたそうです。で、この貴重な道から沖縄の道と散歩を紹介したいと思います。道、いっぱい降りてきましたね。まず一番最初に思いつくのは那覇の有名なやちむん通りですね。はい、まさにこのやちむん通りのロケの紹介からスタートしたいと思います。それではレッツゴーやちむん通りにやってまいりました。実は300年ぐらい前に当時の琉球王府がもう那覇中のあちこちにもうバラバラにあった陶芸の工房を一箇所に集めたいということで、この辺の壺屋がやちむん通りができたそうです。本当に昔の面影があるノスタルジックな通りがね、風情あっていいんですよ。ここめっちゃかっこよくない？何？あそこ。すごい、ここ。綺麗。有名な幾藤園さんですね。そう、なんかここね、黒い皿とかがすごい特徴的でめっちゃかっこいいなって思う。Look, it's like the traditional Yachimun pottery. そう、それのやちむんって言えば本当にこういうデザインと色合いをイメージするんですよね。いらっしゃいませ、こんにちは。こちらのお店はまず紹介していただけますか？はい、うちのお店がうちなーちゃいぶくぶくというお店なんですけれども、半分がやちむんの販売、沖縄伝統の工芸品の販売と、半分がぶくぶく茶をメインにした喫茶店を営業してます。喫茶店もされてるんですね。これがもうでも言われてみればこれぞやちむんって感じなのでそう、伝統的な柄で植物とかお魚とかの柄は子孫繁栄を表すっていう意味合いがあったりとか、もうそれぞれね、本当に特徴があるので、その一つ一つまた違う作品、オリジナリティがあるので、本当に見ていて飽きないです。やちむん本当大好きで、私よく集めてるんですよ。僕もね、お土産とかプレゼントとかによく本土の友達に送ったりしますね。やっぱり素敵ですね。私、かすりが好き。かすり、唐突だな。今やちむんの話だよ。でもかすりも素敵ですよね。そして道って英語で言えばロード。かすりロード。そうなんです。以前ね、南風原町のかすりロードに行って、そこで素敵なゲストに案内していただいたり、工房に行ったり体験したりとかもねしたので、どうぞ。さあ、かすりロードですね。まずこの道綺麗ですよね。なんか青とか黄色とか色で染まってて。そうですね。かすりのこの折る時のこの糸の線量をイメージして、黄色、赤、青
っていうのが、なるほどですね。そういうのもあってこの公園の周りにははい染料の元となる木はいがたくさん植えられてるんですよ。はい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 。これは黄色とか茶色って書いてあるんですね。はい、そうですね。福木、こっちも黄色。黄色楽しみながら歩けるのがやっぱカスリロードなんですよ。ああ、いいですね。カスリーロードって琉球カスリの工房が並んでるっていうのは聞いたことがあるんですけど、こういう原料となる植物もね生えていたり、すごく勉強になるね。カスリなんですけど、遡ると14世紀から15世紀ぐらいで。頃にインドから東南アジアに広がって、そこから琉球王国に入ってきたんですよ。はあ。特徴とかって何かあるんですか？琉球カスリの最大の特徴なんですけど、600種類以上の図柄があるんです。その一つがもうまさにこれです。なんかさっきから道のあちこちにこういう模様が壁に書いてあるのはちょっとお見かけしたんですけれども、これはどういう何の模様なんですか？沖縄の人が5つの雲を見て、それで図柄を考えたっていう。は5つ丸く部。本当に植物とか鳥とか、あと星とか動物とかですね、いろんなモチーフになってるんですけど、沖縄の身近なものもちょっと図柄に生かしてるっていうのもね、琉球カスリの特徴でもあるのでね、本当なんかいろんなの見てみたいなって思いますね。面白かったね。さあバンさんさ、はい今ですね石畳近くの川が向こうに見えてるんですけど、もしかして次は？はい、素敵なね川なんですけれども、やはりねもう昔はもう生活に欠かせない水源として川がたくさん使われてたんですけれども、昨年ねしっかりと南城市のお国で川巡りしてきたんですね。車で移動するの？いや、そっちの川じゃないし、移動じゃなくて井戸ですよ。どうぞ。ここが初めて最初の井戸、シムヌ川、下の川っていうことなんですけど、一番古い川で2つの水場に分かれてるんですけれども、シムヌ川、下の井戸っていう名前もあるんだけど、MeToo が夫婦の井戸っていう名前も付けられてたので。さあ川はこの生活用水として集落の水源としても重要な場所なんですけど、水を汲んだりとか、あと洗濯をしたりですね、お母さんたちがユンタクをしながら話に花を咲かせてたんでしょうね。じゃあ次は2つ目の井戸で、こちらです。中野川、中野井戸っていうことなんですけれども、こっちは実は3つの中で3つあるから井戸、一番新しくて、昔は洗濯物と芋洗い、芋を洗うために紅芋とかだと思いますよ。どの芋かはちょっとわからないけど、 We're almost there, the last one, the third well, let's go。 ウィヌ川になります。上の井戸っていうことなんですけれども、これは3つ目になるんですね。これ実はもともと集落の皆さんの生活水として使われていたんだけれども、1974年に水道ができてからはもう使われなくなりましたっていうこと。そう、南城市のお水って名水百選に選ばれてたりとか、本当綺麗な水が通ってるんですよね。湧き水が多い地域としても有名ですよね。お水綺麗でしたね。そうですね。やはり川というのは昔の生活にも欠かせないものだったんですけれども、このね金城町石畳道の周りにもね、もう先ほど見た川もそうですし、こちらにもねシムヌ川もあったりして、やはりねこういう昔の生活を感じる素敵な風景ですね。そして次は道ではないんですけれども、もうその広い中を散歩できる歴史的にも重要な場所で、そして世界遺産の場所に行くんですが、どこだと思いますか？私の家。今日ボケ方ちょっと激しいなクリスタルさん。違います。もちろん式名園です。どうぞ。素敵ですね。来たことある？来たことないです。初めて。初めて。僕もちょっとわかるけど、やはり歴史はそこまで詳しくないので、今日はねもう式名園の説明を古塚達夫さんがいろいろしてくださいます。よろしくお願いします。そもそも式名園とはどういった場所なんですか？もう簡単に言っちゃうと王様の別邸
ということですね。別荘。そうです別なるほ荘ですね。ど。そしてですね、中国から来た札幌市と言われるお客様、こういった方々をお迎えしたりする場でもありました。なんかガジュマルとか植物も沖縄らしいのもいっぱいあって、ですがこの式内園はですね、藤であるとか桔梗であるとか、それから梅のようなですね、いわゆる、日本の植物も植わってるんですよ。後ろの建物もすっごい気になったんですけど、なんか形を見ると少し屋根とかも少し中国っぽい印象を受けるんですけれども、そうですね、やはり中国のそういう建物というのを、東屋って言いますけれど、それを意識した建物ですね。ですからここは屋根の瓦が、マンガンをかけて黒くなってます。なるほどですね。じゃあここからですね、メインの場所にご案内いたします。こちらに出てきます。これはメインの、ここがですねうどんと言われていて、王様がここでお休みになったり、あるいは王族の皆さんがここに遊びに来たり、それから、中国から来た札幌市をお迎えしたりしました。本当に素敵な案内ありがとうございます。グブリエサビタ。さあ2ヶ月にわたってね、番組紹介およびこれまでの YouTube で紹介したロケの総集編をお届けしましたけれども、いよいよね来月からも新規ロケを紹介することになるんですね。はい、そして私は次回からはスタジオで2人の冒険にコメントさせていただきます。はい、そしてもちろんね、今回ご紹介できなかったロケとかもスタジオのアフタートークとか、未公開シーンとか爆笑シーンとかねYouTube 限定でいろいろありますので、ぜひ皆さんそちらの方もご確認ください。ぜひプチ沖縄トラベラーで検索。ゆたしくうねげさびら。それでは See you, シーサー。